ヒラリー男爵です。今日はショッキングでショッキングな CX3 の商品改良2025-12月。なんでショックかっていうと、先日 CX3 に試乗してきまして、すごくレベル高いねと、いいねこれディーラー行っちゃおうかななんてね、思っていたんですよね。もうほんの2週間前ぐらい。で、そうこうしてるうちに CX3 値上げというのが目に入ってきまして、で、結構ね、大幅に値上げされそうなんですよね。で、今日の動画は軽く変更点に触れてから自分の意見を述べさせていただきまして、その後はネットの反応に自分の思いを述べていきたいなと思います。そうしましたら今回の変更点、すごくストレートで簡単な変更です。時期は2025年の12月下旬。マツダの公式ホームページはすでに新しい CX3 に変わっています。で、内容はね、すごく単純。グレードが整理されて、高いグレードのみ残る形。ガソリン車で1グレード、ディーゼル車で1グレード。金額的には CX3 が欲しいとなると、プラス40万円程度ということになります。これがね、すごく大きい。で、今までのグレードと価格はこんな感じ。15S ツーリング228万円というのが、もう装備内容もそれなりに十分で、しかも走りの質が高いですから、すごくお得感が高かった。で、それがあるからね、また逆にうぎゃーっていうね、感じです。で、今度はアーバンドレッサーがアーバンドレッサー2になって、253万円が270万円に、270万円の1グレードになります。装備は2点ほど盛られて、アダプティブハイビームと自動防減ミラーが標準装備になるそうです。で、ディーゼルの方、こちらは最上級のビビットモノトーンというグレードがビビットモノトーン2に、お値段は320万円が332万円に。値上がり幅は小さいですが、すいません、10万円を小さいというのはね、もうちょっと感覚の麻痺なんですけれども、簡単に言って、値上げは10万円だけだけど、装備が削られます。大きいのは運転席のパワーシート、しかもメモリー機能付き。これがね、省かれるそうです。あとは、追加でね、UV&IR カットガラスがついて、で、代わりに省かれる部分が、パドルシフトなど、こういった部分が標準からオプション装備に変わるそうです。そうしましたら感想です。CX3 の商品改良2025。おそらく2026モデルと呼ばれるであろう変更の感想になります。まず、欲しい人だけ買ってくれという雰囲気を感じる。これがあれですね。残るグレードが一つで、しかも高いグレードを残してきた。なんかファイナルエディションとか名前ついてないですけれども、そうした時と同じような手法というのをね、感じます。マツダが好き、CX3 が好き、もしくは応援したいなんていうね、ファンに向けたような、価格設定、グレード、そうした改良なのかなっていう気がします。一昔前ですとね、モデル末期には一番安いグレードに装備をモリモリにしてお得な価格で出してきたなんていう例が多かったですけれども、最近は逆ですかね。で、あとはライバル社との関係の変化。乗り味はね、CX3 の228万円だった 15S ツーリング。これでもね、めちゃくちゃレベル高かったです。で、自分思ったのは、これが250万円になっても、それでもね、レベル高いと感じたと思います。それはね、WRV とは長所短所が入れ替わっていい勝負できる。カローラクロスにもしガソリンモデルが残っていたら、同じ土俵でガチ勝負できる。そんなね、乗り味を感じました。あとは、フロンクス。フロンクスは250万円弱でナビもついてくる。で、ネットの評判とかいろいろ見てね、想像で言うと、CX3 には届いてないんじゃないかなっていう感じを受けています。つまり CX3 は250万円スタートで、適正な価格か、もしかしたら適正以上って言えるような、車。そんな感じでね、ちょっと今考えていました。もう、その商品価値じゃなくてね、乗り味の部分。商品価値で言うと、やっぱりこう年月経ってるの10年目っていうのは事実ですし、
リアシートはね、あんまり使えない。こういったところで言うとね、ちょっと商品価値というのは少し低いとしても、塗り味の部分はもうめちゃくちゃ勝負できるというかね。で、あとね、250万円だったら、トヨタからユーザーをさらってこれた可能性なんていうのもね、考えていました。これちょっとね、別動画の企画で考えていたんですけれども、ちょっとね、さらっといきます。2025年式 CX3 の素晴らしさを、誰かがね、上手にコマーシャルしてくれれば、少しは可能だったかもなんてね、思います。もう本当250万円だったらね、ヤリスのユーザーを 1% 持ってくれたりとか5%でもね、もうなかなかの台数になりますからね。で、デビュー当時の CX3、これはね、もう全然違って、2025年式の CX3 に限定です。で、今すごく良くなってるので、それを加味してね、そう思います。あと、乗り味の方向性としてね、結構トヨタ車的な方向性というのを感じました。ハンドル関連とかブレーキの部分、つまりマス向け的な特徴というか、そういう役割としてもね、外からユーザーを拾ってくるような役割としても、持たされている可能性というのが考えられる。つまり多くのユーザーにアピールできて、多くのユーザーから良いねって言われる方向で、しかも全席の乗り心地はね、レベル高いだけじゃなくて単純に乗り心地がいい。で、静粛性にも品があって、エンジンとミッションは本当ピッと訴えかけてくるようなね、ここはもうマニアでも満足できるでしょと、早い遅いじゃない、快感を与えてくれる。そんな感じでね、自分この前 1500cc でクラス最上級だよって動画を上げたので、よかったらちょっとそっち見てください。で、250万円だと、ライズハイブリッドとか、ヤリスクロスガソリン車、ヤリスクロスのガソリンモデルか。ごめんなさい、ちょっとねと思っちゃった。これを狙ってる層に、乗り味の部分でね、訴求できるんじゃないかなっていうのがね、あるんですよね。ヤリスクロスとか特に定期的に受注停止してるので、実はね、狙い目じゃないかなっていう気もします。素人判断でね、そう思うぐらい。で、自分ほんとね、この228万円の CX3 乗ってウキウキでした。安くて質が高いんじゃないかと。結構自分せこいんでね、てか相当せこいんでね、270万円って聞くとね、ちょっとしょぼーんっていう感じです。これが冒頭の回収と。これから CX3 のレビュー動画をアップしていきます。で、長所も短所も結構語っていて、それでこそね、これこそ背中を押すことだよって、そんな感じでね、よく言われるんですよね。カタログ的に褒めてる動画より、理由付きで言語化されて、テンションで分かっちゃうようなレビュー。こういうのがね、なんか最高に背中を押すっていうことになるみたいなんですよね。検討中の方は、心してみてくださいっていうか見ない方がいいのかな。熱くなりすぎないようにねっていうことで次のコーナー行きます。さあでは次のコーナーはネットの反応を拾っていきました。でそれについて自分が思うこと、正論でも反論でもぶつけていきたいなと。でまずね、すいません、まずはやっぱりまだ売るのかとか10年選手でしょうとか終焉近いなとかね、そうしたコメントが一番多かったです。これはすいません、もうどうしようもないんでね、早速1個目他のからいきます。フルモデルチェンジしないのは時期型がないという宣告に等しい。そう聞くと確かにそうですよね。でも夏頃かな、自分が CX3 のことを調べていた時にタイでマツダが作っている工場があって、それができたら1台目としてローンチしてくるのは CX3 になるという話を目にしました。そうするとね、時期型なくなるというか、時期型はあるのはほぼ確定で、日本に入ってくるかどうかっていうぐらいの感じでしょうかね。で、次。中途半端すぎて何の魅力もない CX30 に比べたら、スタイルと軽量化とコスパを追求した CX3 は、マツダのトップクラスの魅力がありますけどねと、CX30 と3の比較ですね。今度 CX3 が270万円になると CX3 とね、バッティングする価格帯になってきます。こうなるとクラス一つ違って、実際に見ても内装質感とかエンジンルーム質感、トランク質感、ボディサイズ、リアシートのスペースとか、
あらゆる面でね、クラス上の CX30 の方が有利なのは事実。で、そんな中にコンパクトさを活かしてという魅力が CX3 にあると。そうですよね。ちょっとコスパというところが微妙になってくると、2000cc の方がいざという時パワーがあるのは間違いないですし、トルクでゆったり走れるのも事実。あとは特徴の違いかな。自分 CX30 乗った時に、こんな特別感があるっていうね、そのスペシャリティ感っていうのをすごく強調して動画を作りました。それはハンドル周りもそうだし、内装の質感もそうだし。でもこの、ちょっとね、今の CX3 に乗ってから思うことは、CX3 の方がちょっとマニア向けです。マツダ的な味付けというかね。それはステアフィールとかに出てくる。そこから感じられる。リアサスの動きとかもそうかな。インフォメーションとかステアフィールとかスーッとした動きとかね。こういったあたりは CX30 の方がマツダっぽい。で、CX3 の方はもうちょっとこう幅広く問答を広げて、いろんな人がね、もうスーッと走れるような良さっていうのをね、持ってるような車として、なんか逆転してるような感じもしますね。より新しい第6世代の CX30、しかもクラス上の車がちょいマニアックで、CX3 は幅広くね、お願いします。幅広くレベル高いですよね。自分の好みで言ったらまた別としても、ほんとね、レベル高いなと思っています。で、次。デザインは確かに一番好き。だけど、ボディサイズに見合った室内空間が欲しいよねと。これは半分うなずけて、半分はうなずけないかな。半分正解というのは、CX3 を横から見たときに、リアバンパーとかね、寸法のために出っ張らしたかもしれないっていうようなね、作りをしています。見た目のためとかクラスとしてというかね、もしかしたら空力のためかもしれないですけれども、なんかちょっとね、ぽっこんと後ろ出っ張らしたでしょって、マスター2と差別化させたいのかなっていう印象を受けなくもない。こうした部分で、このサイズを取っている。あと前もそうかな。ラジエーターのあたりとかね。で、もう一つは逆に思うのが、室内空間というのは、価格と一緒だね。限られた何センチ、何ミリ、その枠の中を何に割り振るかと、エンジンルームとか、車の性能的な部分にそのスペースを割り振ってもいいし、もちろん、これはサスペンションに場所を譲るとかね。もしくは、フロントシート、ドライバーのためにスペースをいっぱい取って、理想のドライビングスタイルを追求するなんて、ちょっとマツダの宣伝っぽい感じもね。それによってどっかしわ寄せが来るというので、確かにね、CX3 のリアシートは、あんまり実用的とは言えなかったです。でもそうですよね。どこを優先したらどっかが削られる。もうほんとね、同じコストの同じ値段の中で何が優先されてるかぐらいのね、話と一緒ですね。で、次。いっそガソリンエンジンは、一時期売っていた 2000cc とかに換装してくれると、個人的にはちょっと惹かれると。どうでしょうね。おっしゃる通りとかもね、言いたいですし、何せ270万円ですからね。2000cc にしてほしいとも思いつつ、でも、車のフロントの重量が増えて、結果、大きく動くときを効かせるために、足が硬くなったら、今の CX3 のいいところは削られちゃいますし、あと、こういうね、PY とか PE、2000cc、2500cc のマスダのエンジンより、場合によってはね、この P5VPS っていうね、1500cc がいいかもしれないっていうね、圧縮比 13.0 って公表されている P5VPS と、それと CX3 と合わせて設計されたであろう 6AT のキャラクター味付け。このあたりがね、自分はベストマッチかなーなんてね、思うところがあります。で、次ね。パワーシートやシフトスイッチの廃止は実質的なコストカット以外の何者でもない。最後に装備を剥ぎ取って利益を出すフェーズに入ったかと。もう十分焼却してるんじゃないですか？わかんない。10年経たなきゃ。いや待って、このプラットフォームが DE 型から続いてたとすればね、もうかなりになりますし、
エンジンは改良を続けてきてるような感じですし、まあどうでしょうかね。うがった見方をすればこう言えるってところでしょうかね。で、次もエンジンに関する話だね。ガソリンの1.5はパワー不足。で、ディーゼルというと高い。このサイズ感で走りを求める層がどこに行けばいいのかマツダは示せていないと。お値段が200万円ちょっとでロードスター買えた時は自分ね、普段の足代わりめちゃくちゃいい車かなと。この ND ね、ND ロードスター。そんな感じでレビューさせていただきました。でも、今ちょっとね、もうね、お値段が随分違いますもんね。やっぱり 2000cc 積めっていう意見が多いのかな。じゃあ積んだら買うのって聞かれたら、いや、買わないでしょってね。マツダの広報の人に言われそうですけれどもね。で、次。この車の美しさは、今のマツダの大型 SUV 群より、はるかに洗練されてると思う。消えるのはあまりにも惜しい。で、あとは、デザインだけで売っていた車。でもそのデザインが未だにこびないのがマツダの魔法。これね、自分もあんまりね、ボディデザイン興味なくて、最初乗った時は10年前か。そう。マツダ2の車高を上げただけでしょって。で、足固くして、安定性とかね、直進性を取ったんでしょみたいに思っていました。でも、この前見てね、撮影するようになったので、まじまじと見てきて、思ったのは、美しいなって思いましたね。率直に。もう全然、なんか持ってるとか、褒めるとこないからデザイン褒めるとかじゃなくて、走る部分これだけ褒めてて、デザインもね、美しいなって思いましたね。で、それでいて、例えば、リアシートへの乗降性を犠牲にするような、クーペ風にドアの形を尖らしたりとかね、そういう部分が見受けられなかった。これがね、一ついいところです。で、次はこれかな。CX30 がある今、CX3 を存続させる意味が、もはや安さとサイズだけになってしまったのが悲しいと。でも小さいのって魅力ですよね。同じ性能だったら小さい方が絶対便利。で、体にも馴染んで使いやすいし、止める場所だってミニマムで済む。駐車場代安くなるんですよ。この前、自分の知り合いでね、タワマンに住む友達がいます。で、彼が、ずーっとね、もうセルシオっていうのを古くても乗っていて、で、それが小さい車にすると、立体駐車場に止められるようになって、駐車料金が半額になるってね、言ってたんですよね。半額っていうのが、6万が3万になるとか言ったら、すごく大きな差ですから、サイズね、そういった部分でも大きいです。で、あと安さっていうのはね、もう安くはないよね。270のモノグレードガソリン、ディーゼルが332っていうと、さすがにサイズやクラスから考える価格帯として、安いという印象はないんじゃないかなっていうのが自分の感想です。で、次ね、鉱石の狭さを割り切れる独身貴族とかセカンドカー需要には、今でも世界一かっこいいコンパクト SUV だと思う。見た目の話だね。で、次がね、マツダ3の顔にならず、初期の鼓動デザインを維持してくれたのは個人的に嬉しいポイント。ごめんなさい。これもちょっと自分にはわかんないな。マツダ3の映像、動画ね、他に出してるんで、よかったらそっちも見てみて、比較してみてください。で、次。ディーゼルでないと装備できなかったオプションがあったり、相変わらずマツダのグレード構成は意地が悪い。あと、パワーシート廃止は痛い。マツダのプレミアム戦略と矛盾してないかと。そう、マツダのオプション表とかね、なかなか複雑でしたね。で、グレード名はコロコロ変わるし、あんまりユーザーフレンドリーとは言えなかった。今回のね、アーバンドレッサーがアーバンドレッサー2になるとか、すごく単純なんでね、こういう変更はいいなって思います。パワーシートね、パワーシート、でも、自分あるんだったら助手席もセットで欲しいけど、運転席パワーシートじゃないといけないのはちょうどこの時期です。着るもの、服のね、上着によってシートポジションを微妙に変えたい。でも、電動じゃないと微調整が効かないっていうかね、
電動の方が微調整ができるんですよね。まあ本当、そういうドライビングポジションにこだわるマツダだからこそ、細かく動くパワーシートというのはね、やっぱり望まれます。で、次がね、熟成されすぎちゃって、これ以上いじくるところがないんだろうねと。で、ヤリスクロスやフロンクスが勢いづく中で、この老兵がどこまで踏ん張れるか見ものと。ちょっと言葉悪いですけれどもね。口は悪い。でも、そうね、見たいよね。自分、熟成っていう言葉はね、CX5 の時に使っちゃったんで、今回 CX3 はその言葉を使わずに、なんとかね、この車の魅力を伝えようっていうのを、ずーっとね、頭の片隅に置きながらレビューしてきました。ちょっと楽しみにしてください。ということで次。アーバンドレッサーって2って名前はいいけど、中身はただの在庫整理に見えてしまう。これはね、別に取り上げる必要もないね。いや、そんなことないよと。在庫だったらね、逆に大幅値引きして売ってほしいですよね。ということで、まとめというか、今後アップする動画の予告も含めて、これからアップしていく CX3 の動画は、動画内で自分めちゃくちゃテンション上がってます。ただ、それは228万円という価格だったことが大きくて、これが270万円になると、ライバル関係がまた変わってくる。ただ、ちょっと考えていたんですけれども、CX3 ほどツアラー的な特性を持っていて、かつ五感に訴えかけてくる走り方もできて、なおかつ乗った瞬間から、体に馴染むというか違和感なくというか、振動の伝達の感じがね、快適だね。人間の感覚に合ってる。200万円台でこれらを合わせ持ったモデルって他にあるのかどうかと、どうでしょうね。自分が思い出せないだけかもしれない。で、あとね、アーバンドレッサー250万円買うならこれと決めていた方にとっては、20万円のアップだしねと、背中を押したいところなんですが、ちょっと落ち着いてね、新しい CX5 を見てからでも遅くはないでしょうと思いたいところです。CX60 よりは下の価格帯でしょうし、CX3 よりは資産価値は上でしょうから、300万円ぐらいスタートになるのかな。で、考えていて今思いつきました。CX3 の値上がり分がもしね、年度末商戦、3月商戦の値引き原資だとすると、それは面白そうです。それから一瞬だけアフタートーク。自分たちが、この調子でレビューを続けていくためには、もうなんとかしなきゃいけないっていうところまでね、来ちゃいました。具体的には再生数伸ばさなきゃいけないと。で、やっぱりね、ちょっと最近必死に考えて、なんとかとしなきゃとやっています。で、少しね、道筋が見えてきました。それは安直に人気の動画を作るとか、薄べったいことを言って人気を稼ぐとか、もう全然そっちの方向じゃないです。多言語化していけるような感じがしてね、それによってどう変わってくるのかと、ちょっと今楽しみです。一本二本で早速始めていますので、様子見ながらそうやってやっていきたいなと思います。それで、いつも見てくださってる皆様も、5000円ご支援、具体的にはいいねボタンを押したりとか、ハイプボタンを押したりとか、そういったところでね、応援いただけますと、今まで通りにもう何も忖度なく、思ったことを思ったように言う。で、それなりの経験に基づいた、もう淡々と特徴を述べていくようなスタイルで進めていきたいなと、これからもやっていきたいなと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。ということで、今回も意見述べさせていただいちゃいまして、すごく楽しかったです。ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。